します。まずはちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、シンサティのさくらです。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。すでに配布資料にも記載させていただいているんですけれども、さくらはですね、ワールドスカウト、ザ・ファイナルピースという題したオーディションプロジェクトに参加をしまして、1万4000人の中から選ばれて、セイントサティーンというふうになりました。5月の12日に世間に公表しまして、今日がその後初めて日本に戻ってきて、こうしてファンの方たちとお目にかかる機会を設けさせていただきました。メディアの取材を受けるのも初めてなので、本人とても緊張してるんですけれども、ぜひ温かく皆さんと30分の取材を進行させていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、すでに皆さんからも、質問事前にいただいてはいるんですが、ぜひ皆さんからさくらの方に、質問を投げていただいて、少し、質問に回答させていただければと思います。さくらさんの場合は全く経験のない中でオーディションに参加をして、今1万4000人のファイナルピースに選ばれたと思うんですけれども、おそらく未経験で、でもあとはこうトライしたいけれどもなかなか踏み出せないって思ってらっしゃる方たちもたくさんいらっしゃると思うので、ぜひそういう方たちへ何か今のさくらさんからメッセージをかけるとしたら、どんなふうに声をかけますか？やっぱり私自身も未経験で、自信がない時だったりとか、本当に私はできるのかなっていう不安になる時もあったんですけど、本当に自分を信じてやることが大事だと思ったし、あと未経験だからといってもうどうせ私はできないとかって言って可能性を縮こめるのではなくて、本当に今日はどんなことを学ぼうとか、私は未経験だからこそ成長できるっていうふうに本当にプラスに捉えて頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。オーディション期間中に何か、毎日頑張っていたこと、欠かさず続けていたことがあれば教えてください。私自身他の候補生のみんなとすごく経験の差があったので、そこを埋めるために毎日先生に言われたことだったりとかを夜一人で何回も練習したりとかして、あとは隙があれば本当に鏡がある時に表情の練習をひたすらやって、本当に自分を磨いて同じレベルになれるように本当に頑張っていました。何か苦しいなと思う瞬間はありましたか？そうですね、やっぱり他の候補生のみんなさんとやっぱり差があったので、どれだけ努力をしてもそんなに簡単に差を縮めることができないっていうのが本当にすごく悔しかったですし、すごく大変だと思いました。そこを糧に成長の機会として捉えて頑張ってらっしゃるのかなというふうに思います。いかがですか？そうですね、本当にそこの悔しいっていう気持ちをバネに本当にたくさんの努力を繰り返してきたので、本当に先ほども言ったんですけど、ダンスを何回もやったりとか、表情を練習したりとか、あと歌も何回も練習したりとかして、本当に今の自分がいるなと感じています。しばらく経って自信がついたこと、もしくは逆に不安に思うことはありますか？自信がついたことは、毎日何かしら必ず成長していて、それを見えるだけですごく自信にもつながっていますし、あと2ヶ月前の映像とかたまに見返したりとかするんですけど、それを見ると本当に今の私ってすごく成長しているんだなっていうふうにとても感じますし、あとはこれからも頑張ろうっていうふうに思えるきっかけにもなります。で、不安に思うことはやっぱりデビューした後っていうのがやっぱり私まだ何が起きるっていうのかわからないので、そこが結構不安要素でもあるんですけど、今すごく楽しみな要素でもあります。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、あとはちょっとどういうきっかけでワールドスカウトに応募されたんですかというふうに質問もいただいていますが、いかがですか？私自身小さい時からアーティストという夢が本当に目指していたので、小さい時から人前に立つのが好きだったり、歌を歌ったりダンスをしたりするのが本当に好きだったので、なりたいなっていうふうに思っていて、
その時にプロデュース101っていうオーディション番組を見て、私もそういうオーディション番組に出たいっていうふうに強く思ったのがきっかけです。ありがとうございます。実際参加してみて、一つずつ勝ち進んでいったんだと思うんですけれども、その時の心境の変化も教えてください。最初はもちろんデビューしたいっていう気持ちはあったんですけど、一つずつクリアしていきたいっていうふうに思っていて、例えば一次審査だと一次審査を通過して二次審査行くぞっていう気持ちでやっていて、一つ一つがなんかチェックポイントかのようにこなしていって、で受かると同時にだんだんデビューにも近づいているってことなので、デビューの夢もすごく大きくなりましたし、本当に一つ一つクリアしたいっていう思いもだんだん強くなっていったなって感じています。ありがとうございます。実際選ばれた時は、選ばれた瞬間はどんな気持ちでした？そうですね、すごく嬉しかったですし、今まで頑張ってきた分が報われてよかったっていうふうに強く思いましたし、あとはメンバーの3人と私の4人で活動していくんだっていう覚悟も決まりましたし、あとはここがゴールではなくて新しいスタートだと思ってこれからも頑張っていきたいなっていうふうに思いました。オーディションを受けるきっかけにプロデューサーを見て、アーティストになりたいと思ったとおっしゃってたと思うんですけど、お家ではどんなふうにアーティストになるためにどんなことをしてますか？よく部屋でダンスを踊ったりとか、好きあらば歌を歌ったりとかしていて、でもただ家に鏡がなかったので、冷蔵庫の反射でダンスを練習していました。見えますか？冷蔵庫の。結構反射いいんですよ。はい。お家の中で歌ったり踊ったり。そうですね。していました。K-POP ですかね？そうですね。K-POP を結構メインに踊ったりとかしていました。本当に感動する映像でしたけれども、どうですか？いろいろな思い出が込み上がってくるんじゃないかなと思いますけど、そうですね。見ていてすごく懐かしい気持ちにもなりましたし、こういうことがあったんだって本当に改めて思いましたし、あと最後に母の手紙はすごく本当に今の自分にも響くものだったので、ちょっと感動してしまいました。いや、もう同じくです。まさかちょっとそのティッシュの準備はなかったです。こういう流れになるんだっていうところですけれども、本当に皆さん多くの方が感動して、このね、その素敵な時間を一緒に共有できたこと、本当に特別だと思います。さあ、そして続いてなんですけれども、本当にね、この映像についてもいろいろ伺いたいところなんですけれども、今回のイベントのために Weverse を通じて事前にファンの皆様から質問を募集しました。ここまで見守って待ってくれていた皆さんからのリアルな質問となります。時間の許す限りさくらさんにお答えいただきたいと思います。はい。ご準備はいかがでしょうか？やっぱ緊張してるんですけど、頑張って答えていけたらなっていうふうに思います。はい、わかりました。皆さんご質問をお送りいただいた皆さんありがとうございます。それではまず一つ目です。はい。山梨合宿、そして LA での合宿、それぞれで一番思い出に残っていることは何ですか？そうですね。まず山梨合宿では初めて鏡のある環境と、あと先生のいる環境でやったので、すごい新しい気づきだったりとかいろんな学びがあって本当に貴重な環境だったので、すごく思い出に残っています。そして LA では同じ高校生のあやなんの誕生日をみんなでお祝いして、その時はレッスンの環境なんて忘れてみんなで楽しい時間を過ごしたので、本当に今でも大切な宝物の思い出です。ありがとうございます。冷蔵庫から初めて鏡があるところでのレッスンってかなりの変化だと思います。そうですね。もう本当に初めて大きな鏡を見たときは、すごい全身が映ってるっていうふうに思って、すごく大興奮して、もうすごいやる気がみなぎりました。いや、たくさん動いてもね、どこでも映るっていうそうなんですよ。新鮮ですよね。はい。ありがとうございます。さあ、2つ目の質問早速いきたいと思います。ワールドスカウトではまだ年齢もとても若いにもかかわらず、厳しく過酷な環境の中で誰よりも明るくてポジティブなさくらさんの姿にとても励まされました。
そこで質問なのですが、そうした大変な環境の中でも前向きな気持ちを保つために普段意識していることやルーティンなどがあれば教えてください。わー、ルーティン。普段からなんか小さいことでもいいので、何か嬉しいことだったりとか楽しいことだったりを探すようにしています。例えば、四つ葉のクローバーを見つけるとか、あとは、今日の天気めっちゃいいとか、本当にそういう些細なことでもいいので、何か見つけるようにして、本当に毎日を明るくポジティブに行こうって思いでやってます。伝わってきます。ね、そして今日皆さん共通でこの楽しいイベントがあるので、今日は本当みんなでハッピーな日だと思います。ね。楽しみましょうね。さあ続いて、立ってみたいステージや出演してみたいイベントはありますか？日本でもたくさん活動してほしいですといただいてます。理想を言うのとしたら、東京ドームに立ってみたいなっていうふうに思ってます。すごい。私が日本出身なので、日本の大きなステージに立ちたいなっていう夢を持っているので、いつか東京ドームの方に立ってパフォーマンスをしたいなって思います。見に行くの楽しみにしてます。ありがとうございます。さくらちゃんもとても応援していたので、こうやって出会えたのが本当に嬉しいです。桜の絵文字もつけていただいてますね。ありがとうございます。デビュー後、初めてファンに会ってみて、今どんな気持ちですか？本当にこんなにもたくさんの方が私のために来てくださって、もう本当に今嬉しいですし、本当にこれからも頑張りたいと思える機会にもなりましたし、本当に今日は楽しんで、私も楽しんで、皆さんも楽しんで終えられるようにしたいなっていうふうに思います。本当に皆さん来てくれてありがとうございます。先ほどの映像で手に人を描いて食べるシーンもありましたけど、実はね、さっきもちょっと食べてましたよね、始まる前に。今はもう食べた甲斐があったでしょうか？はい、そうですね。もうドキドキは。本当にやる前はもうすごくドキドキ、もう緊張してて、もうガッチガチだったんですけど、人を食べたおかげかわかんないですけど、今こうやって緊張がないように話せてます。いやー、本当素晴らしいです。皆さんのおかげです。さあ続いて、最近一番嬉しかったことは何ですか？嬉しかったことは、私がデビューメンバーっていうことが発表された時です。本当に1月そのファイナルが終わってから本当にずっと待ちわびてた瞬間だったので、ついに公開されてメンバーの4人で活動していけるっていうのが本当に嬉しかったですし、あとはファンの皆様からたくさんの応援コメントなどをいただいて、それを読んでいるだけでも本当に嬉しかったですし、これからも頑張ろうって思いました。ありがとうございます。さあ続けて6問目もいきたいと思います。はい。こちら映像にもありました英語を今学習されているかと思いますが、この勉強方法が一番身についたと思うものがあれば教えてほしいです。私もまだ今勉強中ではあるんですけど、一番伸びたなって思うのは単語をひたすら覚えていくっていうのが一番身についたかなって思っていて、話すのも単語をちょっとつなげていって、なんとなくで話したらメンバーにも伝わりますし、あとは聞くときもこれ知ってる単語だっていうのをつなげてなんとなく文章を作ってやると理解できるようにもなります。それはあれですか、毎日やってることなんですか？そうですね。例えばメンバーと話しているときに、なんだこの単語って思ったときにすぐ調べてこうやって覚えたりとかして、日に日に新しい単語を増えていってます。そっか、じゃあメンバーとの会話の中でもいろいろ新しい発見があって。そうですね。教えてもらったりとかもあるんですか？そうです。本当にみんなに教えてもらっていて、私がちょっと文章がちょっと文法がちょっと逆になったりとかしているときにメンバーがここ逆だよみたいなのを教えてくれるので、本当にそれも英語が伸びる原因の一つかなと思ってます。いやー、すごいチームワークですね。はい。さあ続いてはこちら気になりますね。LA に行くとき日本から持っていったお守りは？お守りは候補生のみんなと一緒に撮ったプリクラがあるんですけど、それを持って行ってました。なんなら今も持ってます。持ってきてます。うわー、
それはじゃあいろんなポーズを取ったいろんなバラエティのプリクラですか？そうですね。気になります。山梨合宿が終わった後に、その山梨合宿の一緒に過ごしてた候補生と一緒に東京で観光して、その時に一緒にプリクラを撮ったんですけど、それを宝物のように毎日持ってます。素敵です。はいいやー素晴らしいお守りですね。さあそしてまだまだ続けていきたいと思います。次の質問はこちらですね。はい。少々お待ちください。はい。ワールドスカウトのオーディションに出たいと思った理由は何ですか？もともと小さい時からそのアーティスト活動にすごく憧れを持っていて、で小さい時から人前で歌ったりとか踊ったりするのも大好きだったので、そんな時に出会ったのがワールドスカウトっていうオーディション番組だったので、私も出たい、私もここに出てデビューしたいっていう思いがあったので応募しました。それでこう迷いとかはなく、もう見た瞬間応募したいと思ったんですか？そうですね、オーディション番組に出たいっていう思いは元からずっとあったので、その時にもうこれチャンスだっていう風にもう思ったので、もう迷わずに一直線でピュッて応募しました。そしてね、ご両親にも事後報告というか、応募するねみたいな感じだったそうですね、先ほどの映像を見ると。そうですね、このオーディション番組の応募ページを見つけた時に、やばい、受けたいと思って、急いでもう両親にご相談して、これ受けたいんだけど、受けてもいいみたいな風に聞くと、いいよって言ってくださったので、すぐに応募ピッてしました。素敵。もうね、ずっとこうやりたいみたいな気持ちがあるということはね、以前からもお話しされてたということなので、チャンスがあって飛び込んだという感じですね。はい、そうです。もうこれは本当にチャンスだと思って、逃しちゃダメだと思ってすぐに応募しました。いやー素晴らしい。まさかここにつながるとは、その時はどうですか？思っていなかった？正直そのオーディションを申し込んだことがなかったので、どこまで自分がいけるのかっていうのが本当に分からなかったので、とりあえず経験として応募してみたんですけど、審査を通過するにつれて、デビューの夢がもうだんだん大きくなっていきました。いやー本当にその過程をね、みんなで見守ったというのが今回のオーディションですけれども、いやいかがですか？こんなにたくさんの質問皆さんからいただいていて、ね、なんかこういろいろなことがやっぱり気になりますよね、オーディション見ていると。聞きたいけど聞く機会がと思ったら、まさかここでお会いできるということで、たくさんいただいているので、もう一つピックアップしたいと思います。はい。セイントサティーンの3人とさくらさんのチャームポイント。何でしょうか？じゃあまずエミリーから。エミリーはもう本当にとにかく明るくてすごく優しいところがもう本当に魅力的だなと思っていて、初めて見た時すごくエナジーにあふれていて、もうなんか内から出るパワフルみたいなパワーみたいなのがあって、そこがすごく魅力だなと思います。でレクシーはすごく落ち着いていて大人っぽいので、そのグループの最年長としてちゃんとグループを引っ張っていけるところがすごく魅力的だなと思います。そしてサマラは一見クールに見えるじゃないですか。でも実はすっごいふざける子なんですよ。よく家ですごく笑ったりとか、カードゲームとかさっきも言ったんですけど、UNO とかしてる時に一番はしゃいでるんですよ、サマラが実は本当に一見クールに見えるけど、こういう一面もあるよっていうところが魅力だなって思います。そしてすごいいろいろな方が集まってるのが伝わりますけど、そうです。最後のさくら最さんの私のチャームポイントはすごく明るいところイエーイだと思います。そうですよね、皆さん。そうですよね。本当素敵な4人のメンバーですね。なんかこうね、お互いのバランスというか、いいとこがそれぞれ別であって、それがこうね、合わさっているのをすごく感じます。仲もいいですよね。そうです、本当にみんな仲良くって、最初はすごく馴染めるかなって不安だったんですけど、みんなが温かく迎えてくれて、今ではもう本当にリビングでも毎日のように夜話したりとかもしてて、もう本当にそれぐらい仲が良くなってます。いやー素敵です。共同生活のね、風景も見えてくるような、本当たくさん、質問いただいていて、これはね、食いしん坊というお話もあったので、この質問はマストだと思います。好きな駄菓子は何です
か？駄菓子私ピンポイントですね。好きな駄菓子は練り飴です。練り飴です。練り練りってしてなんかやるお菓子です。持ってね。はい、遊びながら食べれるのもすごく楽しくて大好きですし、あと味もすごく大好きでお気に入りのお菓子です。いや美味しいですよね。ちなみにアメリカは、まあ駄菓子、日本の駄菓子みたいなものはないと思うんですけど、はいアメリカでのお気に入りの食べ物は何ですか？アメリカでのお気に入りの食べ物はアサイーボールです。アサイーボール。メンバーのみんながすごくよく食べていて、私も何それってなって気になって食べてみたらもう本当にハマってしまって、最初はもうなんか紫色で何味これぶどう何みたいななってたんですけど、本当に美味しくってハマってしまいました。いや美味しいですよね。なんかトッピングとかもねいろいろできる。そうなんですよ。何か好きなトッピングとかありますか？バナナとイチゴが好きです。フルーティーな感じでいいですね。はい。ちなみにスナック菓子っていうね、形ではアメリカいろいろあると思いますけど、何かお気に入りのもの見つけましたか？クラッカーが好きです。クラッカー。はい。なんか個包装でいっぱい入ってるクラッカーがあるんですけど、それがすごく大好きで、アメリカ合宿中でもよく食べてて、今でもよく食べてるので本当にお気に入りのお菓子の一つです。それ甘いクラッカーですか？しょっぱいクラッカーです。なるほど。そういうね、美味しいお菓子とか、はい食べ物も発見できる、そんな滞在だと思いますけれども、実は、さくらさんへのプレゼントがあります。プレゼント？実は、この会場にいる私たちからではなく、この方々からです。誰ですか？Hi, Sakura! Surprise! We wanted to send you a little surprise message. We hope you're having the best time in Japan right now and you're enjoying the special screening. We're all so proud of you and happy that everyone gets to meet you and support you in person. We're cheering you on from home and hope you cherish every second. We know this moment is special. We hope you're taking it all in and making lots of great memories. Please eat lots of good food, take plenty of pictures, and enjoy every moment while you're there. We hope you're being showered with lots of love and good energy because you deserve it. To everyone at the special screening, I'm Emily, I'm Lexi, and I'm Samaru. Thank you so much for always giving so much love to Sakura and Saint Satine. We're excited for this new journey and can't wait for what's ahead. We can't wait to come to Japan one day and meet you all. Daisuki. Please continue to support Saint Satine. Yoroshiku onegai shimasu. Bye! 驚かれましたよね。はい、知らなかったので、びっくりしました。いやー、そして日本撮ってたんだ、これ。本当そうですよね。応援のメッセージと日本語も、そして日本にいらっしゃいたいということで、ね、いつか皆さんで。そうですね。本当に今回も私メンバーと一緒に来たかったんですけど、ちょっと今回はちょっと時間が合わなかった、なのでちょっと次日本に来た時はちょっとみんなでお寿司を食べたいなって思います。メンバーの皆さんに何か今返せるとしたらどんなメッセージがありますか？本当に日本楽しいですし、今も本当に楽しい時間を過ごしてますし、本当にいいところなので今度また一緒に行こうねって言いたいです。はい、ご覧いただいたのはセイントサティーンのエミリーさん、レクシーさん、そしてサマラさんからのメッセージでした。合流後しばらく月日が経ったかなと思うんですが、3人のメンバーとはどのように仲を深めたのか教えていただければと思います。最初は私自身英語が全くできなくて、コミュニケーションとかも本当に大変だったんですけど、最近は私自身単語とかを頑張って喋ったりとかしてコミュニケーションを取るように頑張ってるし、あとメンバーのみんなにも簡単な英語で話してもらったりとか、新しい英語を教えてもらったりとかして仲を深めていると感じています。どこかに出かけたりとかはしましたか？まだしてないんですけど、みんなで言っているのは海に行ったりだとか、あとは食べ物を一緒に食べに行ったりしたいなっていうふうに話してます。ありがとうございます。ありがとうございます。同世代で夢を追っている方たちがたくさんいらっしゃると思うんですが、今のさくらさんだからこそ伝えられるエールだったりメッセージをお願いします。そうですね。本当に目指したい夢っていうのはもう自信を持ってはっきりそこの道を突き進むべきだし、
本当に自分で可能性を縮こめずに、本当に自分ができるっていうやる気だけを信じて頑張っていけたらなと思いますので、皆さんも本当に頑張ってください。今少し自分がこう変わったなと思う瞬間ってありますか？変わったなって思うのは、自分がすごく大人っぽくなったって自分でも感じていて、前と比べてすごく発言とかも大人っぽくなったと思いますし、あとインタビューとかするときに、前まではっていうふうに困ってたんですけど、今ではこういうふうにちゃんと受け答えできるようになったので、そこでも私大人っぽくなったなっていうふうに思いますし、あとは今までは私下の兄弟がすごくたくさんいて、自然と結構子供っぽくなってたんですけど、今はメンバーが全員年上っていうこともあって、いろんなことを教えてもらったりとか、いろんなことを知って、だんだん大人っぽくなっていってるなっていうふうに感じています。すごい今日緊張されてないように感じて、本当ですか？ありがとうございます。覚悟が決まったって先ご自身のことを思いましたけど、その自信とか覚悟とかって、なんかどこから湧いてくるというか、私も参考にしたいんですけどね。そうですか。そうですね。本当に小さい時からこういう人前で輝くようなアーティストっていうのを目指していたので、実際に私もそういう風になれるっていう思いが今あるので、そこがすごく自信にもつながっていますし、もっともっと私はすごいアーティストになるんだっていう覚悟もすごく大きいと思っています、今。ファンもこの後ね、ファンの皆さんも会うと思いますけど、すごくこう期待がさらに膨らむと思います。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。